はいどうも、春らんまんの大阪にやってきました。本日3月29日、カレンダー的には満開のはずなんですが、現実はそう甘くないのが人生ですよね。見てください、この絶妙な5分咲き、ある意味レアです。場所によってはやる気満々の満開もあれば、絶賛爆睡中のつぼみもある。まさに桜のガチャ状態。私の日頃の優位がバレる前に、今日は大阪の有名スポットを意地でも綺麗に取り尽くしますよ。造幣局、大阪城、そして穴場の四天王寺、人混みに揉まれ、最後は鐘の音に揺らされる。5分先でもパーセント120楽しむ大阪桜ツアー、いよいよスタートです。それでは行ってみましょう。さて、大阪の桜といえば造幣局。意気揚々と桜の通り抜けを予約しようとしたんですが、気づいた時にはすでに満員御礼。私のクリック速度が老後レベルだったのか、一瞬で枠が消えました。というわけで、公開前の造幣局へ。実はこの時期自由に入れるんですが、咲いてるのは全体の2割程度。パーセントに10しか咲いてないんかいというツッコミ、甘んじて受けましょう。でもそのパーセント20の精鋭を独り占めできる贅沢、悪くないですよ。造幣局の桜はとにかく種類がえぐい。なんと約140種類。もはや桜のバイキング会場ですね。ネット情報によると、ここは八重桜がメイン。ソメイヨシノが終わった後でも楽しめるのが強みです。今年の花とか言って毎年代表が選ばれるらしいですよ。 AKB の総選挙みたいなシステムですね。5分先とはいえ、これだけ種類があればどれか一つは私のために満開で待っててくれるはず。見てください、これ私の一押し馬地です。名前のインパクト強すぎません？花輪がめちゃくちゃでかいんです。私の顔は言い過ぎですが、手のひらサイズくらいの存在感。昔の印象のデザインにもなったとか。歴史の重みと花の重みがダブルで押し寄せてきますね。さらにこのしだれ桜、優雅すぎて自分の猫背をシャキッと直したくなります。ピンクのカーテンみたいで、この下で昼寝したら最高に贅沢な夢が見られそうです。ふと横を見ると、屋外に初期の造幣機が展示されています。この武骨な鉄の塊、桜の繊細さと明治時代のガチな機械のコントラスト。これぞハエの極致じゃないでしょうか。お次は造幣博物館。なんと入館無料、ただという言葉に弱い大阪人の心をわしづかみです。ただし館内は撮影禁止なので、私の全力の解説でお楽しみください。心のシャッターを切るんだ。去年の万国記念貨幣など世界中のお宝がずらり。金運が上がった気がして財布が軽くなりました。博物館でお勉強した後はお隣の大川沿いを散策。川風が知識でパンパンになった頭を冷やしてくれます。向こう岸に見えるのは藤田美術館ですね。あそこ建物も展示もめちゃくちゃセンスいいんですよ。実は以前の動画でがっつり紹介しています。まだ見てない人はこの動画の後に必ずチェックしてくださいね。あの美術館とお茶、そして桜のセットは大阪散策の正解ルート。私の過去動画を見れば通になれます。さて、こちらの岸も桜が咲き始めています。5分先とはいえ、空の青さと相まって10分きれい。まだ本気出してない桜をめでるのも大人の余裕ってやつです。
ォーキングの足取りも軽くなりますね。おっと、この満開の枝には先客がいますね。見てください。ハチさんたちが猛烈に働いています。蜜集めに夢中で、カメラなんて眼中にない様子。お仕事中、横からバシバシ撮影しちゃってすみませんね。残業代も出ないのにこの働きっぷり。私の動画編集もハチさんの爪の赤を煎じて飲まないといけないかもしれません。川の上を遊覧船が通ります。大活躍ですね。海外からの旅行客で船上は満員御礼状態。驚いたのがガイドさん。マイク片手に熱唱してます。大阪のガイドさんは歌も歌えないと務まらないの？めちゃくちゃ賑やかで楽しそう。船の上から見る桜はきっと地上とは違う顔をしてるんでしょうね。私も乗りたかったけど、岸から全力で手を振っておきました。誰一人振り返ってくれませんでしたが、おや、岸辺に珍しい鳥を発見しました。あんなカラフルな鳥、大阪市内に住んでるんですね。カメラを向けたらしっかりポーズを決めてくれました。君も SNS 慣れしてるタイプかな？都会の真ん中だけど自然の息吹を感じる瞬間、これぞお散歩 Vlog の醍醐味です。岸辺にはお花見客がポツポツと、激しい場所と離滑線がないのが5分先シーズンのいいところ。シートを広げてゆっくり読書してる人もいますね。贅沢な時間の使い方見習いたいです。ビール片手に談笑するグループもその一口絶対に最高なやつですよね。一口くれませんか？混雑を避けてゆっくり桜を鑑賞したいなら、この時期の大川沿いはマジで穴場かもしれません。さて、造幣局周辺をたっぷり満喫しました。予約に外れてもこれだけ楽しめるんです。ここから天満橋まで歩いて次の目的地へ移動します。次はあの超有名なあいつに会いに行きます。そう、大阪のシンボル大阪城45分待ち、地獄が待っているとも知らず、私は歩き出します。春の川、水面に映る桜かな。やってきました大阪のシンボル大阪城。ネット情報では咲き始めとのことですが、西堀の大手門から失礼します。門の付近はしっかり5分先。観光客の数も5割増し。巨大な石垣と桜のコントラスト、これぞ日本の美。皆さん自撮り棒で激しいバトルを繰り広げています。人混みを避けるのはもう諦めました。今日はこのカオスな熱気も含めて楽しんでいきましょう。ここで気になる乗り物を発見。音楽を鳴らしながらゆっくり進むロードトレイン遊覧車です。1回300円。歩くのが嫌いな私には悪魔の誘惑ですが、乗客はほぼ外国人観光客、グローバルですね。優雅に風を切って進む姿はまるで現代の殿様。私は健康のために歩きます。お財布事情。音楽に合わせて足取りも軽やかに。さあ、さらに白の深部へと潜入していきましょう。西の丸庭園が特別公開中。でも見てください。料金がちゃっかり割増になっていますしかも入り口から人。これは中に入っても桜より後頭部を撮ることになりそうですね。というわけで、ここは記憶する外側からでも10分綺麗な桜は撮れるんです。節約。浮いたお金で後で何か美味しいものを食べる。これが Vlog を続ける秘訣ですよ、皆さん。ついに本丸天守閣の前に到着で、なんじゃこりゃ、広場が人で埋まってます。
世界各地から旅人が集結。聞こえてくる言語が多すぎて自分がどこにいるかわからなくなります。気になる天守閣の待ち時間は今学の45分以上。ここは USJ の人気アトラクションですが、城にいる前に日が暮れそうなので登場は断念。でも見てください、このお城×桜の黄金コンビ。これさえ取れれば本日のノルマは達成です。天守閣のシャチボコも桜に囲まれて嬉しそう。人混みの中でもこの一瞬の美しさを切り取るのがカメラマンの腕の見せ所ですね。天守閣のすぐ隣、古い建物がピカピカにリニューアルされました。その名も未来座大阪城。ずっと工事中だったんですが、ようやくオープン。この重厚な洋風建築、どこかで見覚えが。そう中之島ビル群に雰囲気が似てますよね。レトロモダンでめちゃくちゃかっこいい。中之島風景については過去の動画で詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。今は中がお土産ショップやレストランに変身。忍者グッズからたこ焼きまで欲望のデパート状態。ここも激ゴミですが、大阪らしい賑やかさが戻ってきた感じがして、なんだか嬉しくなりますね。続いては豊国神社へ。隣の修道館からは柔道キッズたちの気合いの入った声が聞こえてきます。神社の入り口はもう完全にお祭りモード。たこ焼き、焼きそば、串カツ、香りの暴力がすごい。そんな中、人だかりを発見。お猿さんのパフォーマンス中でした。君もこの人混みの中頑張るね。お猿さんのプロ根性に感動しつつ境内へ。ここの桜はなんと満開じゃないですか。本日最高のベストショットいただきました。やっぱり神社と桜の組み合わせは心が現れますね。鐘の音が聞こえませんが、屋台のにぎわいが心地よい BGM。 これぞ大阪の春です。最後に最初から気になっていた南海堀の方へ行ってみましょう。ここがまた面白いんです。入り口付近は2分先。またガチ外したと思いきや、奥に進むにつれて見てください。中間地点を過ぎたらほぼ満開。堀沿いがピンクのベルトになっています。ここにはシートを広げたガチのお花見客が大勢。お酒も入って皆さん仕上がってますね。5分先から満開まで一気に駆け抜けた大阪城。歩き疲れましたが、この景色でお釣りが出ます。さて、たっぷり歩いてお腹もペコペコ。次は四天王寺で静寂の桜を楽しみに行きましょう。南堀、桜に集う五色の民。大阪城の人混みから脱出。地下鉄に揺られて聖徳太子ゆかりの四天王寺へやってきました。空気が違う。さっきまでの喧騒が嘘のように川台は穏やかな時間が流れています。観光客の数も控えめ。これですよ、私が求めていた大人の花見の雰囲気は。5分先の桜もこの静けさの中ではどこか高貴に見えるから不思議ですね。四天王寺といえばこの後10と圧倒的な存在感です。中にいるには拝観料が必要ですが、今日の目的はあくまで桜というわけで、今回は外からその異様を拝ませていただきます。青空にそびえ立つ赤い塔と桜。これぞ日本の美。拝観料分で後で良いお守りでも買いましょうかね。桜は境内のあちこちに点在しています。宝探し気分でゆっくり歩いてみましょう。まずは一つ目のスポット、円形の池の周辺です。ぐるっと一周、桜が優しく囲んでいます。
ゴーン、ああ、煩悩が消えていく。イライラが浄化されます。鐘の音と桜。このセットがあればもう何も入りません。あ、団子は別腹ですけどね。水面に映る桜を眺めていると時間が止まったような錯覚に陥ります。これぞ贅沢。続いてはその奥、方形の池へ。おや、岩の上に何かが密集していますね。亀、亀、亀。ものすごい数の亀がコーラ母子中。みんなじっとして動かない。毎日ここで度胸を聞いている彼らはきっと私より仏に近い存在なんでしょう。悟りを開いてますね。亀先輩たちの落ち着きを見習って私ももう少し心穏やかに動画編集に励みたいと思います。お次は唐物間からの近くへ。こぐは文句なしの満開です。ついにやりました。淡いピンクの花びらが風に揺れてまさに宝物のような美しさ。これを見られただけで今日の一日は100点。5分先5分先と続いてきましたが、最後に最高のプレゼントが待っていましたね。やっぱり諦めずに歩くことが大事。桜の神様、最後に出れてくれてありがとうございます。最後はさらに奥へ。小さな神社と池の周辺にもひっそりと桜が咲き誇っています。ここはさらに人が少なくて自分だけの秘密基地を見つけたような気分。湯やし効果抜群です。花の雨、今日聞く亀の甲羅かな。さて、今回の大阪桜めぐり、振り返ってみれば、馬路に始まり、珍しい鳥、働く蜂、お猿さん、そして最後は悟りを開いた亀。これ桜めぐりじゃなくて動物めぐりだったんじゃないでしょうか。まあそれもまた旅の醍醐味。皆さんも自分なりの楽しみ方を見つけてくださいね。それではまた。実は朝造幣局へ向かう途中で運命の出会いをしてたんです。焼き小籠包お店ロンタン、ずっと気になって夜も眠れませんでした。一日の撮影をすべて終え、わざわざ起点に戻ってきました。足はパンパン、お腹はペコペコ。すべてはこの瞬間のため、食い意地だけは誰にも負けません。何を隠そう、私は焼き小籠包発祥の地、上海の出身。本場の味にはうるさいですよ。テレビでも紹介された人気店の実力見せてもらおうじゃないですか。見てください、このカリカリの底。そして中からは熱々の肉汁が洪水のように溢れ出します。これぞ本物の味。一口食べればそこはもう上海の街角です。熱々の小籠包、ピリ辛の酸辣湯、そしてキンキンのビール。これぞ現代の三種の神器。一日の疲れがスーッと溶けていくのがわかります。最高。大阪の桜と故郷の味、完璧な締めくくりになりました。5分先でも胃袋は大満足の満開です。それでは皆さんごちそうさまでした。はい、本日はタイサービスでもう一つおまけ。桜の後は一気に雰囲気を変えて阪急百貨店のフランスフェアに潜入です。大阪にいながらパリへ瞬間移動。会場内はもうおしゃれな雑貨にワイン、そして美味しそうな香りが充満しています。さっきまでお寺で悟りを開いていた私の心、一瞬で物欲に負けました。見てください、こ
この金属製のスタイリッシュな名刺入れ。こっちでは職人さんが猛烈な勢いでハムをスライス中。この1枚で赤ワインが1リットル飲めそうな気がしてきました。ああ、いつか本場のフランスに行ってみたい。エッフェル塔の下で本場のクロワッサンをかじるのが今の私の密かな野望です。待ってろよパリ。桜、動物、小籠包、そしてフランス。カオスすぎる一日でしたが最高に充実してました。皆さんの春も素敵でありますように。それでは本当にまた次回。